Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Hokkaido Burgers 11 des. それでは早速、Let's get it started. 1. Furano. Furano Burger. 富良野牧場が直営するこのお店、グルメバーガーとしてはかなり先駆者ですよね。ご当地グルメバーガーの火付け役的存在なのではないでしょうか。農場が経営するハンバーガー屋さん、このロケーションで食べるハンバーガーはなんとも富良野チック。なんとこちらのバーガーは富良野産ポーク 100% ってのが珍しいですよね。ポークなの？全然わかんなかった。ねえ、全くビーフかと思って食べちょりました。パンは姉妹店富良野ベーカリーで作る富良野産の小麦やバターにこだわったふわふわのバンズ。バンズから作ってんのね。すごい。オールメイドイン富良野ってわけね。はい。が、しかしですよ、味も美味しいですが、我々が一番お気に入りなのはこの雰囲気、ロケーションですよね。このガーデンに座って畑を眺めていると富良野に来たって感じするっしょ。そうね。一番富良野チックな場所かも。いいよね。北海道の醍醐味ってやつですかね。でもここは4月から11月上旬までの営業だから、もうちょっとで今年の営業も終わりか。父さん、もうすぐまた富良野に冬が訪れます。2. Molly. Lucky Piero. こちら函館に行ったら誰もが食べるラッキーピエロ。地元ではラッピの愛称で親しまれてますね。メシタビーズが検証したところによりますと、複数店舗を有するハンバーガーチェーンとしては国内最強なんではないかと思われます。このラッキーピエロ。そうね。味、ボリューム、値段、どれをとってもナンバーワンじゃないですかね。ちょっと甘めの味付けなんですが、他のチェーン系に比べるとクオリティ高いし、ボリュームもあって何より美味しいよね。野菜もフレッシュだしね。また豊富なシェイクたちがいい。グリーンはヘルシーごまごまがお気に入り。おいちゃんはヨーグルトかモカかな。夏はシェイクだけ買いによく寄ったもんだね。そうそう。あとオムライスとカツ丼も人気なんだよね。ねパッポが函館のお土産よくラッピ買ってきてくれてさ、お弁当にラッピ持ってったのが懐かしい思い出だわ。そんなことあったっけ？あったっちゅうの。結構仕事で激しく函館札幌間行き来してたからね。あれは10年ぐらい前かは清し。函館ってごまかしてんじゃねえの。函館にはホットボックスって美味しいバーガー屋さんもあるんだけれども、映像がないのでね。また別の機会に紹介しますわね。 3. Niseko. Patty Daddy Burger. くっちゃんの街中にございます。オールドアメリカン風の外観からして楽しそうなハンバーガー屋さん。北海道産牛肉のパティを使ったメニューやベジタリアンバーガー、金時豆っぽい蒸した豆のパティのバーガーなんかもあって、インターナショナル対応進んでる。さすがにセコね。なんて言ったってオーナーはアメリカ中を旅してアメリカのカルチャーをリアルに吸収した人だからね。で、なんでそんなこと知ってんの？ YouTube で見たの。なんだ。すごい生き様の人だったね。カナダにいた時に東日本大震災が起こって、このまま日本が大変なことになってんのに海外にいて楽しんでていいんだろうかっていうことで、ボランティアしにわざわざ帰国して被災地で実際にボランティアの活動をして、その経験を踏まえて再びアメリカに渡り、ストリートでカエルの折り紙を売りながら募金活動して旅を続けたんだそうだよ。カエル？鶴じゃないんだ。カエルなんてよく折れたね。私折れない。無理。でもなんかカエルがアメリカでは大受けしたんだそうだよ。すごい奥行きのある経験をされたんだなって思うのよね。素敵。そして美味しいねえ、リアルアメリカンなオーナーの生き様がこのバーガーには詰まってるんです。そしてさすがですね。ドクターペッパーが当然のようにある。いや
マックスバリューにもあるでしょ。ドクターペッパーはパティダディの肉肉しいバーガーにはドクターペッパーがよく合いますね。粗挽きでワイルドなパティにフレッシュトマトとパリッとしたレタスがオアシス的組み合わせでどんどん食べちゃう。食べらさる。そうそう、地産地消にこだわったワイルドバーガー。注文を受けてから作るんで多少時間はかかりますが、これからの季節はボードやスキー帰りの腹ペコたちでにぎわいそうだね。だ。 4. Farano. Boozburger. 富良野の中心部にありますこちらブーズバーガーさん。視聴者さんからタレコミいただきましてね、3回来ました。ここなかなかタイミング合わなくってね、こんなに富良野に来るのは人生最初で最後ね、きっと。そうだね。まあ富良野大好きだから全然いいけどね、今回は完全にこのバーガーのためだけに富良野に来たの巻でございます。はい、ブーズのブーズっていうのはこちらのブラックドッグちゃんの名前なんです。美味しそうにバーガー食べないとブーに怒られるからね、注意してねってね。あーたがブーの目の前でガッツガツ食べるからでしょ。ブー、おでだけじゃありません。うちのかみさんも鼻の頭にソースつけてがっつりいってました。いやはや国内最大級のボリュームとパンチングでございましたね。第二昼食で伺った我々には too heavy for us でございました。 Too heavy for us. ねえ、マジマックの3倍4倍みたいなボリューム、超はち切れるかと思った。ドクターペッパーで流し込んでなんとかクリア。ここはドクペのサイズ感もヤバギ沢信号ピーポーピーポーでしたよ。なんとこの日は朝食が唐揚げ弁当からのカツカレー、そしてバーガーですからね。からのデザートはフラノデリスでドゥーブルフロマージュ&フラノプリンでしょ。その後焼肉。どんなスケジュール？いつものことって自分で組んでんでしょ。いや、 5. ニューヨー Niseko. Killer no you. ニセコ駅前の真ん前にありますキラの湯さん。これほどインターナショナルな温泉施設は下ビズにとっても初めてでございました。さすがはニセコですね。サウナが鬼狭くて6人サイズくらいなんだけど、みんな体ちっちゃくしてギリギリ6人が入れるように譲り合って使用しています。男子でこのサイズはかなり息苦しそうだね。そうなんだよ。日本人だけならまだしも外国人たちも混ざってるんでかなりきつめなんだけど、暗黙にジャパンルールに従って皆さん体をすぼめて譲り合ってサウナを楽しんでましたね。狭いけどセルフロウリュがあるのがいいよね。女子サウナでぎゅうぎゅうなのは札幌市内でもめったにないんだけど、草園玉浦以来かな。地方では初体験。しかもインターナショナル。おっぱい綺麗ね、やっぱり欧米の方って。はあ、覗きて変態。Yes I am。水風呂が露天風呂だからキンキンさ。なんだってこの時はまだ真冬だったからね。まだ雪が積もってたから福岡からニセコにリゾバに来てたこと、裸足で雪ふみふみして楽しかったな。あのコンビニで会った福岡から来た福岡の子。こら、福岡じゃない。元気かな。クライマックスシリーズでは敵になるやもだぞ。なんで？福岡ソフトバンクじゃねえか。6. BA. Between the bread. 北海道が誇る名バーガーね。美瑛道の駅にある、その名も Between the Bread。 Between the Bread ってことはあれかな、ハンバーグパティに感情移入しちゃってる感じなのかな。パンに挟まれて的な感じでしょ、直訳すると。 Between the Sheets もじったのかしらね。 Between the あれ sheets. なんだっけそれ。エロい映画かなんかのタイトル？エロいのはあーた、カクテルの名前でしょ。バーテン上がりのくせにそんなことも知らんのかいな。あ、俺は岡バーテンだったからさ。なんじゃそりゃ。これは美味しいバーガーですよね。初めて食べた時びっくりしましたもん。日本人向けの味だと思うんだけども、これほど繊細なハンバーガーはなかなかないですよ。確かにバンズ、パティ、ソース、野菜すべてが美味しい。これは全てが完璧なコンディションで、完璧なコンディションのブレッドにビットウィンなんです。はい。玉ねぎが美味しいなんてね、そんなバーガーかつて出会ったことがないからね。ないない。あの玉ねぎを切る厚さと焼き具合とがさ、いつも感心するよね。
玉ねぎの一番いいところで勝負してるっちゅうかさ、あれはやっぱ料理の腕がいい人がやらないとああはならないんだよね。いつも言うけど。サザンの津波も腕が歌えばただのダ作でしょ。そうそう。お、歌おうか。およし。愛がある、技術がある。バンズとパティもソースも玉ねぎもトマトもレタスもべらぼうに美味しい。確かに美味しい。アメリカンではないけどね、もっと繊細な感じ。メシタビツ結構全国の有名なハンバーガー屋さん食べ回ってるんですよね。そんな中でもトップクラスのハンバーガーを食べさせてくれるお店かと思います。美瑛の森の中で食べるバーガーですから、そりゃあ環境的には最高ですし、大自然の中で食べるハンバーガーうましでございます。観光地なんでね、忙しくて繁忙期はさすがに品質もサービスも若干落ちるので、できれば繁忙期じゃない方がいいけどね。時々すっごい機嫌悪い店員さんの時あるけど、あんまり気にしないで、悪気ないから。身内か。まあ大谷翔平も4三振の日もあるからさ、人間だからね。照り焼きに関してはナンバーワンする今のところ。照り焼きびっくりたまげた美味しさだったよね。あのソースを作った人の面を見てみたいね。スタンディングオベーションを送りたい、そんな気持ちです。あの味のハンバーグ屋さんやったらびっくりドンキー超えちゃうんじゃないかな。なんかも。7. Sapporo Factory Fleshness Burger。 そこら中にあると思っていたフレッシュネスバーガーさん、実は札幌に2軒しかなかったというね。驚きましたね。北33条の山田電機取り壊しで、その中にあったフレッシュネスバーガーなくなったの知ってたんだけども、まだ 5,6 軒は市内にあると思ってましたね。なあ、びっくり。そしてですよ、ファーストフード系ではモスがダントツ一番美味しいと思ってたんですけど、フレッシュネスさん進化してましたね。ねえ、むしろ圧倒的にフレッシュネスさんが美味しいですわ。ねえ、丁寧ハイクオリティなハンバーガー、個人店なら1000円以上取られちゃいそうな、そんなやつが半額ぐらいでいただけちゃうイメージでしたね。下手なグルメバーガーよりずっといいわよね。はい、そう思います。ホタフバーガーいいっしょ。 Hotaf ね Burger。 え、これ美味しい。サロマ行かなくても食べれるホタフバーガー。照り焼きもいいですね。このフレッシュレタスの感じ、さすがはフレッシュネス。一番現実的なユースフルバーガーかもね。 Useful Burger。 んだ。 8. Tokyo Munch's Burger Shack。 ちょっと待った、何が東京？今回の飯旅は北海道バーガーですよ。いやいや、面目ね。本当は BA で純ドッグ食べたじゃん。はいはい、純平のエビライスドッグね。あら、またひょっとしてまさかの。そうなんだ。バーガーばっかりじゃ絵面が単調になるからね、ライスドッグを入れようと思ったの。さっきなんか映像消しちゃったみたいなんだよね。なんで？させだけどさ、ちょっとやぼよで江戸行った時にね、日本トップランクのバーガー食べようぜってことでね、何気に通り道にあったマンチスバーガーマンチスバーガーズシャークに行ってみたんだよね。ここは食べログで日本10位くらいのバーガーよね、確か。だ、これが飛んで火にいるバーガー屋さんでさ。いや、だからその使い方間違ってるってば、何回言ったらわかるかね。だって便利でしょ、この使い方の方が。まあ確かにね、あなたがよく使うから慣れてきちゃったけど、飛んで火にいるダイソーとか、飛んで火にいるびっくりドンキーとかね。そうそう、本来の使い方とは全然違うのは分かってんだけど、100均探してる時に偶然出てきたダイソーとかね、お腹空いてる時に何食べたい、びっくりドンキー行くなんて話してる時にちょうどびっくりドンキーが目の前に現れたりって時に使うんだけど、便利だよこれ。皆さんもよかったら使ってみてみてください。ちょっとだけ人生楽しくなりましたよ。で、なんとこちらのバーガー、トランプ前アメリカ大統領も食べたというハンバーガーだったんです。そうなの。2017年に安倍元首相とトランプ大統領がゴルフしてた映像を覚えていらっしゃる方も多いのでは。
安倍さんがバンカーでバク転決めてトランプがバカ受けしてた時のやつね。あれはバク転だったのかしらね。ゴルフの後食事をしながら対談していたんだけれど、その時に提供されたのはこちらのマンチスバーガーシャックのハンバーガーだったってわけさ。ねえ、光栄ですわ。同じバーガーを食べれるなんて美味しかったね。バンズの表面がパリパリでさ、パティが肉々しいったらありゃしない。ひき肉じゃないのよね。細かくカットされた肉を固めて焼いたステーキみたいな。そうそう、ステーキと一緒だよね。焼き方はいかがいたしましょうかって聞かれてね。私はおすすめのミディアムに。おいちゃんはなんかわかんないけどレアっていうのがかっこいいのかなって思ってレアにしたんだけど、普通にハンバーガーだったよ。そんなに珍しいって感じではなかったけどな。そのレアじゃない、生焼きでって意味でしょ。レアっていうのは。え、そうなんなんだ、道理で生焼けっぽいと思ったぜ。さすがに美味しいバーガーだった。私の中で過去一のハンバーガーになりました。おー、すっげー、おめでとうございます。過去一を更新するっていうのは非常におめでたいことでございますからね、飯旅的に。はい、ありがとうございます。おいちゃんはね、照り焼きだったからね、めっちゃ美味しかったんだけど、次に出てくる北海道バーガーの照り焼きがべらぼうに美味しかったんでね、まあ生涯トップ5には入るけどって感じかな。トランプさんには申し訳ないけど。いや、そこはトランプ関係ないでしょ。トランプさんも食べただけ。Anyway、ハンバーガーって美味しいね。はい、次回はトランプさんが食べたコルビージャックチーズバーガー食べよ。おでは安倍さんが食べた。俺、安倍首相は何食ったんだ？書いてなかったね。同じのなんじゃない？二人で同じの頼む？普通違うの頼んでシェアするっしょ。ばっかじゃないの？大統領がバーガー半分ずっこして食べるかっちゅうの。 9. Today's Katsu Curry 24ken Curry Yarbon。 地下鉄24県駅すぐ隣のカレー屋さん。北海道カレー選手権でもご紹介したカレーが美味しいお店です。実はこちらのお店ハンバーガーもあるんですね。ハンバーガーは初なんですけども、スペシャルオーダーでカツカレーバーガーをいただきます。カレーバーガーってのはあるけど、カツカレーバーガーってメニューはないの。だけどうちのおじさん、カツカレーバーガーにしてくれませんかってご利用しして頼んだのよね。そしたら快く受けてくださってね。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんと無茶ばっか言う人なのよ、昔っから。あれだよ、スティーブ・ジョブズだって無茶ばっか言ってたから周りが頑張って iPhone ができたんだからね。本田宗一郎がめんどくさいことばっかり言うから工場職員が何にも口出しさせないようにと頑張ったからホンダはすごくなったんだからね。そんな偉人たちと比べんな、ただのカツカレー親父が。いや、思わずカレーバーガーにカツトッピングって形のパティ&カツという肉肉バーガーになりました。カツだけにしますか？パティと両方にされますか？本当に肉肉でいいんですか？って最後まで確認されてたよね。ああ、すごく丁寧に対応してくださって感謝感激でございます。これすごかったっすね。パティも柔らかいけどカツが柔らかいこと柔らかいこと。あんな柔らかいロースカツ初めて。思わずマスターに聞いちゃったもんね。ねえマスター、これ豚っすかってね。それぐらい豚ロースに感じない柔らかい肉。鶏胸を丁寧に下ごしらえしたやつのような食感。美味しかったね。はい。ただただバーガー特集の Today's カツカレーにぶっ込みたくてオーダーしたのにね。はい、頑張ります。きっとこんな注文する人はいないだろうね。これから増えるんじゃない？増えない。10. Suki Samu Sims Lane Burger Stand。月寒にございます。こちらは国道36号線沿いのハンバーガー屋さん。こちらも美味しくてびっくりバーガーでございます。はい。シムスレーンとはシンガポールの町の名前。おいちゃんが潜伏していたスラム街の隣町なんだけど、閑静な住宅街って感じのところかな。綺麗なところだよ、スラムとは違ってね。こちらのご夫婦が以前シンガポールで暮らしていた町なのだそう。それであなたは一体スラムで何してたの？内緒。話すと長くなるからね。どっか親父の小言でシンガポールのエピソード話したよね。はいはい。密輸タバコのくだりね。声が大きい。
させ。興味のある方はこちらの動画でどうぞ。ここもびっくりしましたね、初めて来た時。でもその時は事の重大さに気づいてなかったのよね。そうなんだよ。美味しいなぁ、すごいなぁぐらいでね。その時はグルメバーガーってあんま興味なかったからね。そうなの。誰が1000円以上のハンバーガー食べます的なね。そうさ、佐世保や横須賀でバーガー食べてみたいなね、ちょっとがっかりしてたからね。そうそう、あの時まではね。まあグアムのメスクラドスが一番美味しいかなみたいな感じでね。はいはい。したっけ、沖縄でね。うまっってなってね。とっぴきり美味しいハンバーガー。それこそバンズ、パティ、ソース、野菜、すべてが最高に美味しいキャプテンカンガルーってお店に出会っちゃってね。それ以来だよね、ハンバーガーってうめえなってなっていろいろ食べ出したってわけ。したっけ。近所に美味しいのいっぱいあるってね。こちらのご主人もめちゃめちゃ丁寧な愛のある仕事をされる料理人さんだよ。愛があるってよく言うけど、そこにどんな愛があるんか。素材に対する愛を一番感じるよね。いやよねーって私が尋ねております。素材の味を大切にした味付けだということでしょうかね。ほら、のぺっとした顔なのに厚化粧してエクステつけて寄せてあげて厚底履いてってんじゃなく、最低限のたしなみでデートに来るみたいなさ。それとこれと何の関係が。素材の美味しくなさを化粧でごまかす料理ではないってことさ。なあ、濃い味付けにしちゃうと素材の良さがわからないからね。寝起きのすっぴんすっぽんぽん見てぶっ飛ぶみたいな苦い経験皆さんもあると思うんですけど、こらそういうことなんです。なんか微妙ね。ハンバーガーの観念を覆すハイクオリティバーガー。日本にはこういう美味しいバーガーたくさんあるね。それはほんとね。11. Saloma. Hokusho Sui Sang. そして北海道が誇るマジ美味しいバーガーがサロマにあるんです。はい、これがなきゃ毎年オホーツクには来ないよねというバーガー。これを食べたいから毎年オホーツクにもやってくるミスタービーズなのであります。その名もホタテバーガー。サロマに来たらこれ食べなきゃ帰れません。っていうかサロマに来る目的はこれがメインでしょ。んだ、この界隈回転寿司でもサロマさん、内浦湾さんとかって2種のホタテを置いてたりするので、ぜひ食べ比べてみていただきたいですね。ねえ、味も食感も違うのよね。マジびっくりするよね。こんなに違うのってね、同じホタテで。好き好きは好みだけども、サロマさんはやっぱ海水温度が上がらない海域で育ったホタテなので、さっくりした食感で甘みが凝縮されてるんだそう。そんなホタテをフライにするなんてもったいないなぁなんて思ったりもするのですが、これが美味しいのなのって。ホタテフライ美味しいよ。エビフライも美味しいけどホタフも負けてない。俺はホタフの方が好きかな。なのになぜ。イカリングはあるけどホタフはあんまないんだよね。北海道はもっとホタテフライ定食、コロッケ定食、トウモロコシのかき揚げをやった方がいいと思います。賛成。意外とないのよね。全部北海道名物なのにね。バターコーンラーメンはあるのに。ダノさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このバーガーがアンダー500円っていうのはコストパフォーマンス的にはナンバーワンじゃないかな。確かにこの美味しさが、ホタテ2個入り390円でしょ。これ最強かな。なんじゃそりゃ。ラッピとこれすごいわ、北海道ね。皆さんはどのハンバーガーがお好きですか。次回の飯旅はJakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Otalu Kaiwai the best des. Otanoshimini. See you soon. 今回はハンバーガー特集ということで、単調にならないようにナショナルチェーン系も入れようと思ったんですよ。なぜなら我々モスバーガー結構好きで、はい、ケンタッキーのねチキンフィレサンドもガキの頃から結構好きで、ロッテリアのエビバーガーも3日連続食うぐらい好きで一通り食べに行ったら、はい、ね、まさかのこれダメだわとあれ
つの間にこんなに美味しくなくなっちゃったのみたいなね。なんかちょっとショック受けましたね。ナショナルではないけど、まあ、ラッキーピエロっていうのはかなりすごいかなっていう、もうなんか1500円の世界だからね今はもうグルメバーガーは。そうだね。いやちょっと高すぎなんじゃないのっていうところはあれど、それに追いつくクオリティがね、アメリカンな感じを崇拝してやってるお店はやっぱりアメリカンでさ、ざっくりなんでね、まあガイハンバカですみたいな違うんだよこの特に、まあ、キャプテンカンガルー BTB このマチョスとか、日本人って美味しいことするね。する。美味しいものを知ってる。だいたいこの分かってきたね。関東東京はさ、食べログの点数がさ 0.3 ポイントぐらい北海道より甘いから、0.3 引いたらちょうどいいぐらい、東京のお店の、例えば 3.96 とかってついてる店はまあ 3.66 ぐらいがいいとこじゃないですかっていう感じでしょ、だから北海道の 3.5 ぐらいっていうのは全然結構いけてるレベルの店が多くて、戦える。5以下でも美味しい店たくさんあります、それだけで判断しないようにしていただきたいなと思います。それで歴史のある店はどうしてもこう高めに出てるんでね、その古いと部門のランキングトップにある店は気をつけた方がいいですね、確かに。なんか人が集まるとこに大衆集まるっていうか、群衆心理バーゲン状態っていうかさ安心感も含め、まあ外れが多いですね。多いナンバーワンのこれが1位なわけないやろっていうの結構あるね。そういうとこで周りの反応を見るの好き、我々の動画の中で有名店が入ってないの、例えば小樽の有名なところね、調べたらまずとかが出てくるわけじゃんか、まあ、そういうまあだからね老舗の洋食屋さんとかが出てくるわけじゃないかそれはねやっぱ美味しいが大事ですから、飯旅的に。そうですね。美味しい店はどんどんなくなっていくよね。なくなっていくし、本当今年ねどれだけのお店がなくなっちゃったんだろうっていう。飯旅でも紹介してきたお店が結構。そうだよね。また一軒そばのうちのかみさん的に日本3本指のそばですか。トップ3ですね。なくなっちまいますね。そう木村さんが10月末29日閉店されるということで先日行ってきましたね。残念ですね。寂しい限り。でもねやっぱり皆さんの健康が一番ですからね、まあまだまだ元気だけどね、木村さんのご夫婦がねもうやりきったんじゃないですかね。あとは旅でも楽しむのかなっていう、今までありがとうございました。我々もずっと商売やってたからね、商売やってると本当にどこも行けないからね、日銭だから、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一足先に我々は引退させていただきましたけれども食べる専門にくら替えしておりますけど、体一番、楽しんで楽しい第2の第二の人人生生なのか第3の人生なのか